こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、大波乱の中8時間を迎えた、2019年鈴鹿8時間耐久ロードレースについて解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。鈴鹿8体ね、そういや夏にローソン行くと8体仕様の唐揚げくんが売ってて、そこで8体の季節ねって感じるのが風流だったわ。でもなんか最近見ないわね。2020年、2021年の8体はコロナで中止になったんだぜ。2022年は今のところ開催予定だが、まだよくわからない状況だ。モータースポーツは海外勢の参戦が魅力である反面、感染対策や関係各所との調整は相当大変なんだろうと思うぜ。2019年の8体だが、注目はここまで4連勝中のヤマハファクトリーレーシングチームだ。5連覇がかかっていた。2014年までの勢力図はまさにホンダ一色だったが、2015年に投入された新型 YZF-R1 の完成度は圧倒的で、他を寄せ付けない速さだった。前年の2018年大会は台風が去った後のウェットな路面状況で開催されたが、それでもヤマハが勝った。安定性さえも抜群だった。日本人ライダーの中菅さんを筆頭に、全員が鈴鹿サーキット1周2分6秒台で走れる実力を備えており、ここまで無敵とも言える強さを見せていた。なんでさん付けで呼んでるのかしら。まあいいわ。この2019年大会もヤマハの圧勝が予想されていたのかしら。今回の予想は困難を極めた。4大メーカーのどのチームにもチャンスがあった。最も期待されていたのはレッドブルホンダだったと思うぜ。いい加減ホンダの勝利を見せてくれというファンは多かっただろう。4年も勝っていないのは前代未聞だった。それにライダーの高橋匠はここまで国内レースで4連勝しており絶好調だった。うち2戦は鈴鹿サーキットだ。当時、鈴鹿サーキット最速といえば高橋匠だった。8体の記録は2015年にヤマハが出した1周2分6秒フラット。それを更新したのが2018年の川崎で2分5秒403。だがこの春の高橋匠は別のレースだが2分3秒874だ。匠さんまた、匠の相棒は8体を4回優勝した経験を持つ清成雄一だ。ホンダはもうこれ以上ないぐらいの布陣で勝ちに来ていた。次に川崎だ。今大会なんと川崎レーシングチームがワークス体制で参戦した。これは18年ぶりのことだ。川崎は1993年に一度優勝して以来、26年ぶりの優勝を目指していた。昨年に引き続き、ジョナサン・レイという最強のライダーを連れてきていた。ワールドスーパーバイクという世界選手権で前人未到の4連覇を達成したライダーだ。2018年の川崎の記録も彼が達成したものだ。なおレース最後に大トラブルに巻き込まれるのも彼だ。ホンダ、ヤマハ、川崎はワークス体制だったのね。この対決は熱いわね。最後が最強のプライベーターとして名高い、吉村鈴木もチュールレーシングだ。ホンダは1997年からなんと10年連続で8体で勝利するんだが、11年連続を阻んだのがこの吉村鈴木だ。その時優勝した影山幸雄が他チームから電撃移籍し、2019年大会では再び吉村鈴木として戦うことになった。吉村鈴木で戦う影山選手とか、ファン感類ね。まずは2019年7月27日、土曜日。決勝の前日だ。この日は台風が直撃し8体自体の中止も危ぶまれたほどだ。ツーリングついでに、すごい遠くからバイクで観戦に来るファンの方とかいるわよね。大丈夫だったのかしら。この土曜日は本当であればトップ10トライアルという予選上位10チームによるタイムアタックが行われるはずだったが、豪雨と強風のため中止となった。そのため決勝レースのグリッド1は予選の結果に従い、ヤマハ、川崎、ホンダの順だった。吉村鈴木はホンダの別チームに阻まれ、一つ飛んで5番手だった。なお4体という 600cc バイクを使用する若手の登竜門的なレースは悪天候にもかかわらず開催された。雨は降ったり止んだりだったが、風は終始強く、転倒者が多かった。結局2時間40分でレースは切り上げられた。かなり予定が変わっちゃったのね。台風が通り過ぎ天候が安定してきたのは土曜日の夕方頃だ。8体前夜祭は予定通り開催され盛り上がった。前夜祭の出し物はスタントショーやナイトピットウォークなど色々あるが、特に翌日の決勝レースを走る選手たちの意気込みを観客は熱心に聞き入っていた。これさっき紹介してた選手たちね。なお、一般ライダーが参加できるバイクで会いたいパレードは今年も路面が濡れて危険であることから中止となった。あれ見てる方も走ってる方も、なんか一体感があって結構いいのよね。残念だわ。そして7月28日、日曜日の決勝レースだ。この日は雨こそ降っていなかったが台風一過とは言えず、
どんよりした天気、よく言えば日差しが弱く観戦日和だった。台風で、現地観戦諦めた人もいそうね。何人ぐらい来てたのかしら。日曜日だけで6万5千人、投資だと10万9千人だ。昨年と同じぐらいだな。8時30分のフリー走行の時はまだ路面は一部濡れており、選手たちはペースを落とし気味で走っていた。しかしその時点で気温は30度あり、11時30分の決勝レースが始まる頃には路面はすっかり乾ききっていた。前日までは台風でやられたけど、決勝レースだけはいいコンディションでやれそうね。このスタート前、3チームにトラブルがあった。au テルル SAG レーシングチームの長島哲太選手がスタート直前のウォーミングアップ走行で転倒した。タイヤウォーマーを付け忘れたことによりタイヤが冷えてグリップしなかったことが原因だ。幸い怪我はなかったが、チームはピットレーンからのスタートとなった。かわいそうすぎる。次に武蔵 RT ハルクプロホンダだ。予選の時タイヤのマーキングにミスがあり、90秒待機のペナルティがついた。90秒ってかなり大きいでしょ。8時間のうちの90秒とはいえ、もう先頭集団がミスらないと優勝できないじゃない。まあやってみないとわからんよ。3チーム目は優勝候補筆頭のレッドブルホンダだ。清成雄一選手が体調不良のため走れなくなり、ステファン・ブラドル選手との実質2人体制になった。ステファン・ブラドル選手は8対初参戦らしいじゃない。これはもう高橋匠選手が頑張るしかない状況になっちゃったのね。そして11時30分のスタートを迎えた。前述の4チームと、FCCTSR ホンダフランスを加えた計5台が先頭集団となり、レースを牽引した。開始から2時間経って、TSR ホンダ、吉村鈴木が徐々に離され、トップ集団との差は20秒ほどになってきた。優勝争いはワークス3チームに絞られた。離された2チームもベースとなるマシンはワークスマシンを使用しており、決してトップ3チームに劣るわけではない。総合力のわずかな差が徐々に大きくなってきたんだろう。トップ3チームの中でもややレッドブルホンダの高橋匠が抜きん出ており、2時間半経過した時点で2位と5秒以上の差がついていた。このレース中の最速記録も2分7秒246で高橋匠が記録した。しかし相棒のステファン・ブラドルは単独走行こそ早かったが8体自体は不慣れだ。ブラドルは周回遅れをかわすのに手間取り、川崎、ヤマハに抜かれ、なんとか3位でついていくのがやっとだった。周回遅れをかわす練習は事前にやろうと思ってもできないもんね。4時間半が経過しホンダはブラドルから高橋匠に交代したが、首位は川崎、3秒差でヤマハ、さらにヤマハからも 4.5 秒差がつけられ3番手だった。そこからの20周で高橋匠は猛烈に追い上げ、とうとうトップに出た。ブラドルも後半になるにつれペースが上がってきた。本番で成長するなんて元 GP ライダーすごい。そしてラスト40分、197周目で高橋匠がトップで最後のピットインを行う。ピットアウト後、2番手の川崎との差は3秒しかなく、決して安泰ではなかった。ここでホンダは賭けに出る。高橋匠のダブルステントだ。休憩なしでぶっ続けとか、もう匠選手の体力に欠けたのね。ああ。だが川崎のジョナサン・レイの集中力は凄まじかった。2分6秒805という6秒台のタイムを出し、高橋匠に迫った。そして202周目でトップを奪った。3番手のヤマハはトップにチームと15秒以上の開きがあり、逆転は難しいように思われたが、残り30分で天候が急激に変化した。コースの一部が雨となった。川崎、ホンダとも1周を2分15秒前後とペースダウンしたが、ヤマハのアレックス・ローズはリスクを承知で猛追する。2分10秒台で2台に迫った。ラスト12分、とうとうローズは高橋匠をかわしてヤマハが2番手に出る。そのあたりで天候がやや落ち着き、この順位でフィニッシュするかに思われた。最後までワークス3チームの接戦が見れたのね。いいレースだったわね。いや、ラスト6分でとんでもない事態が起こったんだ。9位で走っていた鈴木エンデュランスレーシングチームがホームストレートの終わりでエンジンブローを起こした。鈴木の選手は一旦コース外に出たが、2コーナーを過ぎたところでコースに戻った。そのまま S 字を抜けたあたりまで走行してしまったため、その区間はコースにエンジンオイルが撒き散らされ、危険な状態となった。実況者はセーフティーカーを出動させるべきと話していたが、運営はオイル注意のフラッグを振って注意喚起のみ行い、レースは続行された。そして残り2分、最終ラップだ。218周目を走行するジョナサン・レイがトップで通った時のことだ。まさかのスリップ、大転倒してしまう。8時間の残り2分で？ああ。怪我はなかったが、マシンは走行不能で、川崎はなんとリタイアとなった。同時に、ここでようやくレース中断を示す赤旗が振られた。8時間の残り1分半のことだ。どうなるの？
川崎失格 ?26 年ぶりの優勝どうなるの？運営の協議の結果、規則1.22.5、レース終了後5分以内にゴールラインを通過すること、のルールにのっとり、コースに戻れなかった川崎レーシングチームは失格とされた。繰り上がってヤマハファクトリーレーシングチームが優勝、レッドブルホンダが準優勝となり、表彰式が行われた。ヤマハファンは歓喜、川崎ファンは絶望、ホンダファンはなんかモヤモヤ、鈴木ファンは川崎ごめん、そんな各々複雑な思いを抱えながら観客は帰宅した。その後、裁定が覆ったのは夜10時頃のことだ。川崎がやはり優勝、準優勝ヤマハ、3位がホンダだ。川崎26年ぶりの優勝おめでとう。ちなみに川崎レーシングチーム含む、数チームからの抗議、というか指摘があったようだ。納得の結果ね、どういう理由で覆ったの？川崎失格の根拠とされたこの条項は、あくまで無事に8時間が経過した時は、その時走ってる週もまだレースだから5分以内にちゃんとゴールしなさいというものだ。そもそもトラブルなく8時間ちゃんとレースが続いた時の条項なのね。今回は赤旗中断でレースが終了したが、そのための条項は別でちゃんとある。それがこれだ。何々。4両目あたりにピットに戻れってあるけど、特に時間制限はないわね。その通りだぜ。ちなみに、これがスーパーバイク世界選手権や元 GP であれば、赤旗でレース中断後、5分以内にピットに戻れなければ確かに失格となる。FIM が主催しているレースの中でも、世界耐久選手権だけは時間制限の記載がなかったのね。それは盲点だったわね。運営の人もうっかりしたのかしらね。ちなみに川崎は転倒後どんどん抜かれちゃったけど、いつ時点の順位が採用されるの？条項にあるように、赤旗の前の週だ。川崎はもちろんトップだった。よかった。でも他のレースだと普通に失格になるのね。心情的には優勝で当然って思っちゃうけど、結構危うかったのね。それと気になる点があるんだけど、オイルが巻かれた時点で赤旗中断しとけばよかったんじゃないの？レースが続行されちゃって、なんか川崎のコケゾンみたいになってない？正解は難しいな。とりあえず鈴木のエンジンブローのタイミングで赤旗中断になれば、確かに川崎は転倒することなく優勝となりスムーズだろう。しかし今回川崎が助かったのと同じ理屈でエンジン壊れたはずの鈴木が助かってしまう。赤旗が助け舟みたいになってしまうんだ。なるほどそれはそれで納得できない人が出そうね。実況の人も言ってたが、セーフティーカーを出すべきだったという意見は多い。順位は維持されるし選手の安全も保たれるからな。だがセーフティーカーが介入して団子状態で8時間を迎えたらゴールチェッカーが味気なさすぎるしウィニングラップもない。きっとあと6分なのになんでセーフティーカー入れた？最後まで全力で走って優勝する川崎が見たかった、とか言われてそうだ。なんか運営って大変ね。満点の選択肢がなくてもすぐさま何か判断しなきゃいけないのよね。なおこのレースは、8体単独での勝敗がある一方、世界耐久選手権大会として開催される複数レースの順位を総合した勝敗がある。オイルを撒き散らしてしまった鈴木エンデュランスレーシングチームは8体としては9位で走っていたが、世界耐久選手権としては8体前の時点で総合2位だった。あのまま9位でゴールできれば逆転優勝だったが、ゴール6分前のリタイアで優勝の夢はついえてしまった。チームのドミニク監督にとっては引退試合だったから、優勝したい思いは川崎以上に強かったかもしれない。それを聞くと鈴木のチームを悪くは言えないわね。ちなみに鈴木の電撃リタイアによって世界耐久選手権としての優勝はどこが持っていったの？なんと、チーム SRC 川崎フランスという川崎のチームが持っていった。川崎のダブル優勝ってこと？男川崎すごい。川崎はこの3ヶ月後には東京モーターショーで4気筒クォーターの ZX25R を初披露し、市販車でもファンを沸かせている。まさに川崎イヤーだったぜ。以上、今回は2019年鈴鹿8時間耐久ロードレースについて解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。